この動画は最新のタイヤテストのランキング結果と1位のタイヤを買ってみるという動画です。皆さんはタイヤを選ぶとき何を参考にしていますか？評判や口コミとかですか？ブリヂストンやミシュランなら間違いないと思い込んでいませんか？実は2026年最新のサマータイヤテストで意外な結果が出たのをご存知でしょうか？それは世界最大の自動車メディアアウトビルトが発表したランキングです。このテストではメーカーが提供したタイヤは一切使わず、一般店舗から自腹購入したものだけでテストしています。つまりメーカーは特別チューニングしたタイヤを持ち込めないので、市販タイヤの忖度のないガチのテスト結果が見れるということです。だから欧州では最も信頼されたテスト機関と認知されています。欧州のミシュラン、ピレリであろうとお構いなしです。テストはまず50銘柄のタイヤを購入し、制動性能の予選を行います。ドライとウェットのブレーキテストで制動距離の上位20銘柄が決勝に進出します。つまり、いくら安くて静かでも安全性が低いタイヤはゴミという思想をお持ちのようです。これは賛同できますね。格安ゴミタイヤは予選落ちしてくれます。サイズは24545の19インチでいわゆるスポーツタイヤのカテゴリーになります。それでは上位20銘柄の主要な評価項目の結果と総合ランキングを見ていきましょう。さあ、このランキングを見てどう思うかコメントください。まずはドライ性能。乾いた路面でのブレーキングとハンドリングの比較になります。まずドライブレーキングは時速 100km から完全停止するまでの距離の比較です。それでは20位から見てみましょう。おーっと、いきなりダンロップが20位です。14位に東洋プロクセス、そして13位にブリヂストンポテンザが、ミシュランパイロットスポーツ5は9位、コンチネンタル8位、ピレリ7位、アドバンスポーツが4位、そして1位はなんとハンコックベンタスエボ。まさかの韓国勢が上位。しかもハンコックは頭一つ飛び抜けて良いです。アドバンスポーツやピレリが上位に来るかと思いきや、最新では違うようです。続いてドライハンドリング。これはサーキットコースの平均速度でラップタイムのようなものです。それでは見てみましょう。ファルケンが20位、コンチネンタルが15位、ダンロップが14位、なんとブリヂストンポテンザが13位、ピレリは10位、東洋は5位、アドバンスポーツは4位、パイロットスポーツは2位、そして1位がハンコックベンタスエボ。まさかハンコックがパイロットスポーツに勝ってるの。そして地味にヤバいのがブリヂストンさん。ブレーキングも13位でハンドリングも13位。取らなきゃいけないところで13位という結果に。さっきのブレーキングに続いてハンドリングも1位になったハンコックさん。ドライ性能でパイロットスポーツの完全上位互換になってしまいました。続いてウェット性能です。まずはウェットのブレーキングテスト。濡れた路面で時速 100km から完全停止するまでの距離の比較になります。アドバンスポーツが20位、東洋が17位、ダンロップが16位、なんとブリヂストンがまたしても13位、パイロットスポーツが9位、ピレリが8位でコンチネンタルが6位、そしてハンコックは2位、1位はリンノンとなりました。アジア勢が上位を占めていますね。1位のリンノンはオートバックスで売ってるアジアンタイヤですね。ドライブレーキングも3位だったので止まるのは強いようです。ハンコックは2位でウェットでも強いですね。
ブリヂストンさんは13位が定位置とでも思ってるんでしょうか。続いてウェットハンドリングです。これもウェットなサーキットコースの平均速度になります。ここで東洋が15位、アドバンスポーツが13位、ダンロップ11位、コンチネンタル10位、ブリヂストン8位、パイロットスポーツ3位、ピレリ2位、1位はまたしてもハンコックでした。ブリヂストンがなんとか持ち直しました。この分野はやはり大手が上位を占めていますね。その中でもハンコックの健闘ぶりが目立ちます。ハイドロプレーニング現象が発生する速度です。水たまりの上を走ると、滑ってコントロールが効かなくなるあれです。特に大雨の時、水たまりに強いかを比較しています。ハンコックが16位、ブリヂストンは定位置の13位、コンチネンタル12位、パイロットスポーツ10位、ピレリ7位、アドバンスポーツ5位、ダンロップ4位、そして1位は東洋プロクセスでした。タイヤの排水性能なわけですが、あまりやりすぎて溝が深くて広いと設置面積が減って逆にブレーキングやハンドリングが犠牲になりますので、どっちを重視するかにもよりますけどね。大雨の時はゆっくり走るのであれば、この項目はあまり気にしなくてもいいかもしれません。次は快適性の評価です。いくらよく曲がってよく止まるタイヤでも快適性がなければ乗る気も失せがちですよね。ただ、スポーツ性能とコンフォート性能は相反しますので、両立するのは非常に難しいことだと思います。それでは、快適性の結果を見ていきましょう。下位は 6.7 ポイントでアジアンタイヤのメーカーが並んでいます。波は 7.3 ポイントでアドバンスポーツ、パイロットスポーツ、コンチネンタル、東洋、ピレリが横並び、そして上位が 8.0 ポイントで並んで最高評価を獲得したのがハンコック、ウッドイヤー、ブリヂストン、ダンロップでした。ブリヂストンはここでトップになりました。ドライとウェット走行がいまいちだったことを考えると、コンフォート寄りのタイヤということでしょうか。一方で、ハンコックはここでも1位となっています。ドライとウェット走行で1位でコンフォートでも1位とか、常識では考えられないおかしなことをやっとります。これってもしかして最強じゃね？そして静粛性の評価です。走行ノイズを数値で計測したランキングがこちらです。ピレリが20位、パイロットスポーツが19位、ブリヂストンは17位、アドバンスポーツが16位、コンチネンタルは15位、ダンロップは13位、ハンコックは10位、東洋は5位、そして1位はネクセンでした。大手はことごとく下位に沈んでいます。コンフォートタイヤではなくスポーツタイヤなので、ノイズより走行性能が優先されるべきと考えているんでしょうね。ノイズを減らすためにゴムを柔らかくすれば耐久性が劣ったりもします。あちらを立てればこちらが立たず、結局は何を重視するかですね。最後の項目はコストです。いくら良いタイヤでもコストが高ければ実用性がないというもの。ということで、ここでは耐久性と価格のランキングを見ていきます。
まずはタイヤの寿命。早く寿命を迎えるようであれば実用的ではありません。それでは、寿命を迎える距離のランキングを見ていきましょう。東洋が38,000キロ、ダンロップとアドバンスポーツが45,000キロ、ピレリが50,000キロ、ブリヂストンが52,000キロ、ハンコックとコンチネンタルが56,000キロ、パイロットスポーツが60,000キロ、そして1位がグッドイヤーの64,000キロ。パイロットスポーツはさすが寿命を売りにしているだけあって2位でした。グッドイヤーがそれを上回る寿命だったとは驚きですね。コンチネンタルとハンコックもかなり検討しています。それ以下は並ですが、アドバンススポーツダンロップ東洋がひどいですね。走行性能が高くないのにアジアンタイヤより寿命が短いです。次に、バリューです。これは1000キロ走行するのにかかるコストのことで、価格を寿命で割ったものです。いくら価格が安くても、寿命が短ければ意味がないということです。コンチネンタルが20位、東洋19位、ブリヂストン18位、ダンロップ17位、ピレリ16位、パイロットスポーツは15位、アドバンスポーツは11位。そして1位はハンコックでした。大手はことごとく下位でした。寿命がそれほど長くない割には高すぎるということです。大手は値上げしたけど、価格に見合った性能は期待できないとも言えます。一方ハンコックは寿命が長いし価格も安いということでトップになっています。続いて総所有コストです。これは先ほどのバリューに転がり抵抗から計算した燃料使用量を上乗せしたもの。それを 1000km あたりの総所有コストとしてランキングにしてあります。濃い紫色がタイヤのコストで、薄い紫色が燃料のコストです。アドバンスポーツが20位、ブリヂストンが19位、東洋が18位、ダンロップが17位、コンチネンタルが15位、パイロットスポーツが13位、ピレリが11位。ハンコックが2位、そして1位がクレーベルでした。クレーベルはミシュラン傘下のフランスのメーカーで、日本ではほぼ入手不可です。となると、日本における実質的な1位はハンコックということでしょうか。昔でいうプレミアムブランドは、やはり値段が高いというのもそうですが、実は転がり抵抗も高いという結果なんですよね。スポーツタイヤだからグリップ力を上げて抵抗も増えるのはわかるんですが、じゃあ走行性能トップだったハンコックは何なんだ、ということですよね。それでは、これまでの評価をすべて合算した総合ランキングです。タイヤの総合的な性能と価格の両方を満たしているのはどこでしょうか。東洋が17位、アドバンスポーツが15位、ファルケンが14位、ダンロップが13位、ブリヂストンが11位。コンチネンタルが6位、ピレリが4位、パイロットスポーツが3位、グッドイヤーが2位、そして1位はハンコックでした。結局、ハンコックが走行性能、快適性、耐久性、
コストすべてでトップクラスという結果でした。意外。ブリヂストンやパイロットスポーツよりも高性能なのに値段が安いという超お買い得なタイヤということになります。最新のランキングは意外な結果だったんじゃないですか。ちなみに Y が今履いているタイヤはパイロットスポーツ4とピレリ P0 なので別にハンコック推しでもないし意外だと驚いた側の人間です。なんとなくの昔のイメージで固着していてはダメだなと思ったし、消費者として最新情報にアップデートしていかないとと思いました。そしてなんかここまで見てみて悲しくなったんですが、国内メーカーは値段は一丁前に高い割に性能はそれほど高くなかったということなんですよね。性能はアジアンタイヤとの差がかなり縮まってきているし、なんなら抜かれているメーカーも多数ある状態。こんな状態でいいんですかね。あの頃の技術力はどこに行ったんですかね。そういう問題提起という意味でもこの動画を作成しました。新車装着ブランドというなんとなく安心感があるイメージを植え付けるだけで、性能が伴っていないのであれば、今の時代はこのように簡単に見破られます。昔の日本のように愚直に性能と価格を突き詰めていたのは、もしかしたら今はアジアンタイヤの方かもしれないと考えさせられました。この動画が少し長くなってしまったので、1位のタイヤを買って履いてみるのは、次回の動画にさせていただきます。そう、1位はハンコックです。ここまでの仕上がったハンコックとはいかほどのものか、実際に買って履いてみようではないか、ということです。百聞は一見にしかず、百見は一色にしかず、です。次回が気になるという方はチャンネル登録してお待ちください。いいね、ハイプ、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。